皆様こんにちは。初回ルームツアーをした時にキッチンをもっと見たいとかどんな風に片付けてるのかが知りたいってたくさんご要望いただいたんですけれども、がっかりしないように頑張ってご紹介しますが、多分私が片付け大好きとか言っちゃってるから皆さんすごい上手にいろいろ収納されてるんだろうなってご想像されてると思うんですけど、ただ片付け好きなだけなのでうまくできてるかどうかは別なんですけれども、今日はキッチンをちょっとご紹介させていただきます。もうこの我が家の冷蔵庫はマグネットでいっぱいの冷蔵庫です。すごいでしょこのマグネット。真似したいです。可愛いです。本当にいろんなところのが、こんな上海のボストンバッグとかもあったりとか。ボストンバッグ、でほらそうですね。もうとにかくいろいろあるんですが、じゃあまずこれは日本もこういうのあるよね多分。これ何ですか？これはほらここ飲み物のところ。初めて見ました。本当？じゃあお見せします。あるんですね。でもここは別に麦茶と、ごめんなさい、シャンパンミルクと、あとほら覚えてます？ボンマルシェでやっぱりねどこ行ってもあそこが一番安い。ということでまた買いに行きますが入ってて、ここは飲み物は入れられるんですね。で中はなんかこんな感じです。ちょっと大公開。ここら辺がほらちょっとこうマスタードだったりとか、日本のブルドッグソースとか、ちょっと濃い口のお醤油があったりとか。常に冷蔵庫に入ってるものとかってもう常に入ってるのがもう大体ここなんですけど、まず我が家はヨーグルトをすごい食べるので、この大きさのヨーグルトが多分16個ぐらい入ってます。毎朝次女が2個食べるのね、これを。で私も1日に3個ぐらい食べちゃうので、でこれが前回まみちゃんと行ったじゃない、ボンマルシェに。でジャム買わなきゃって言って買って、実はあれ1週間でなくなったの。でこれその後行ってまた2個買って、今この2個目ももうほとんどない。結構果肉ゴロゴロ系ですか？果肉ゴロゴロです。でちょっと意外と甘みが以前使ってたものよりもあったんだけれども、なんかこうヨーグルトに混ぜたりバゲットに塗ったりするのにはもう最高で、もうすごい美味しかった。絶対にうちに欠かせないのはこういうクレームフレッシュ。お料理に使うんですけれども、もう我が家はクリームとかバター系を意外と使うので常に常備しておきます。これを買っといてあげると、例えば私が仕事で今日ランチが作れないとかっていうような時にも、子どもたちが自分たちでパスタを茹でてハムを切って入れてクリームでバーって混ぜてエメンタールチーズをかけて食べられたりとかするので、とにかくクリームがあると子どもたちが喜ぶし、我が家は消費量が多いのでもう必ず入ってます。あとは茅野屋さんのお出汁か必ず入ってます。減塩だしと野菜だし、野菜もうね圧倒的に使うのが多いのは野菜の方なんですけれども、必ず常備してます。日本の出汁がいいよねとかってフランス人が会話の中で使ったりするぐらいだから、やっぱり出汁というのがすごく知られてきてるし、野菜だしのが多く使われるってことはやっぱ作られるお料理も洋食系が多いんですか？3分の2洋食、3分の1和食で、でも3分の2のその洋食って言っても手が込んでるというものよりは割とシンプルな、だから本当に素材を生かしたもので、お肉とかお魚とかもバターで焼き加減だけ気をつけて焼いて、でその付け合わせの野菜を作る時にこの野菜だしを使ったり、スープを作る時に使ったり、何かのお料理の時にちょっとこう入れてる感じです。ちょっと待って、あとお酒。夫は赤ワイン好きなのね。で私は割とシャンパンとかこういうスパークリング系とか、それから白ワインが好きで、今入れてるのがだからシャンパンがあったり、これはボルドーのスパークリングなんです。そうクレマンのこれボルドーのもので、これからどんどんまた暑くなってきた時にこうさらっと飲みやすいものなので、一人で飲む時にも気持ちがいいというか、こうサラサラ入ってきてしまう
ボルドーのスパークリングとかで、これは白なんですけれども、はい、ボルドーのスパークリングのロゼもあって、フランスってほら夏になるとロゼワイン皆さん飲むでしょ。 そうすると今度はロゼのものにしてみたりとか、あとはボルドーに白ワインもあってすごく美味しいの。割としっかりしていて、このグラーブっていうところのものなんだけれども、そっちが砂とか石が多いところだから、なんか水はけがいい分そのブドウの育ちがまた違ってすごくこれはしっかりとした白ワインだからお肉とかにも合わせやすいし、お値段もこれ日本円だと2,000–3,000円ぐらいだから、それをちょっとキッチンに常備しておくと一人で飲みたい時も気軽に飲めるという、感じですね。でもちゃんと本当にこの線をしないとダメなんですね。これがおすすめ。我が家ではベストですね。いろいろ試した結果こうやって閉じるのがすごくいい。キッチン用品売ってるお店に行けばあります。あと絶対ネットとかでも買える。ちょっとチェックしてみます。こんなに飲む人間じゃなかったんだけれども、あとなんだ、これはね我が家の夫特製ドレッシング。ドレッシングなんですか？そう、こういうドレッシングなの。相当いろんなハーブを入れて、もうたっぷりのオリーブオイルとマスタードも入ってるし、蜂蜜も多分入れてるかな。これがあるとおやつの準備をしなくても、あとサラダとかをこう切って洗っといてこう入れといてあげると、みんな勝手にサラダにこうバーって混ぜて食べてます。夫がこれは作ってて、で私ももうずっとレシピを聞こうと思うんですけど、聞いてほら後で作んなきゃいけなくなるよりももうパパのが美味しいって言って子供たちも言って、そうすると喜んで作ってくれるのであとはチーズ系がここに何種類か入ってますね。ここがほら、お野菜なんだけども、バーっと今ハーブがここ全部グリーンなの。ほら洗ってからサランラップでキュッと巻いてしまっときます。あとはここもほら日本のマヨネーズがあったり。マヨネーズこっちで買うと味違いますもんね。違う。これはねこの間来るっていう友達にお願い買ってきてって言って買ってきてもらって。その後はやっぱりねみりんとかお醤油とかがあったり、夫がメープルシロップが大好きだから必ずメープルシロップが常にあったりっていう感じです。あんまり買いだめしないんですよ。今日はたまたまマルシェの日だったんだけれども、ちょっと午前中打ち合わせとかでマルシェに行けなかったので割とすっきりしちゃってるんですけど、でも行ってもその日次の日ぐらいは結構こう満帆になるんですが、やっぱりもう週末になるとほとんどこういう状態で、まとめてすごく買うっていうことを最近しなくなりました。子どもたちがおやつに食べられるものと何か困った時に使えるものっていうのをちょこっと入れとくぐらいになっちゃって、だから冷凍庫もねカラカラなの。何も見てほら次女が作ったお菓子が入ってるけれども全然ないの。何にもバターだけ。バターは絶対でしょ。そうコーヒー豆と全然スペースありますね。まだまだでね、フランスにはピカールというとても美味しい冷凍食品のお店とかもあるんですけど、なんかねあんまり上手に使いこなせなくて、私が。で冷凍ももうこれは私がダメなだけで、普通は多分皆さんすごく上手にこう作り置きをして冷凍してとかやるんですけど、なんか私はそれもあんまり上手じゃなく、作って入れちゃうとなんか安心して忘れちゃったりとかするから、ちょこちょこ買ってっていう風になってます。ターモミックスって言って結構シェフの方たちも使っている、ミキサーみたいなのがあって、これでパンもこねられるし、スープが作れたりソースが作れたりするんですけど、私こういうのもパソコンとか携帯が苦手なのと一緒で、なんか使いこなせずもったいない状況になってるんですが、これでピュレ作ったら子どもたちから不評だったから結局自分で潰すことになってて絶対私はマシンと相性が悪いんだでマシンと相性が悪いから、本当だったらここにゴーンと大きいカフェマシンがあるんですよ。もう私の本当に友達。このマシンも調子が悪かったので、修理に出したら3週間経った今もまだ帰ってきてくれなくって、本当はここでだから今日カフェを入れてキッチンツアーしたかったのにここが空いてます。
ありゃー残念です。残念です。あとはね、ビガレって知ってるかな。フルーツシロップのメーカーで、例えばだからこれでキールロワイヤルにしたりとか、子どもたちも何か運動の時ちょっとこう甘みが入ってた方がいいので、ドリンクにちょこっとこのシロップを入れて持ってったりとかしてますね。それからマジミキサーか普通のミキサー、例えばキャロットラペ作る時とかはこれでできるし、割とお野菜に主に使っていて、炊飯器があり、炊飯器も結構すごい頑張ってますね。トースターでしょ。であと夫が日本でこれは素晴らしいって言って、もちろん海外対応のものを買ってオフィスでも使ってるし、家にもあると。そのいつでもお湯が出るというのが素晴らしいって、で温度設定もできるって言って愛用してるでしょ。あとそうこんなのもあります。乾燥森湯岳の 500g 入っている大容量ですね。大容量。うちの夫がすごい好きで、彼が料理したいらしく自分で買ってきたんですけど、これほらしっかりふやかして、でそのふやかしたお水とかも使いながらソースを作ったりすると美味しいので、特に冬とかだと鶏肉と一緒に合わせたものとか美味しいんだけど、これから暑くなってくるとパスタとかになるのかなと思って。そうですね、パスタ美味しそう、そう、あとこれがね、そう便利グッズだ、便利グッズ知ってるかな。こうやって作ってる時に、ほらこうやって立てかけられるっていう、そう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 、なんか妙に気に入ってる便利グッズです。前回のルームツアーと変わったのは、ここの包丁だな3本がこの間ルームツアーの撮影をした後に、日本に行った時に夫と大急ぎでかっぱ橋に行って仕入れてきた3本です。やっぱ包丁は日本のものがいいですか？日本のものがいいと多分思い込んでるのもあると思うし、でも実際にいいと思うので、美しいし使いやすい。ここはまず普通のコップで、これはシャンパングラス、かわいいでしょう。へえ、シャンパングラスなんですね。普段だとフルートって長いのなんですけれども、これはそれこそルームツアーの時にもご紹介したモノプリでバンサンダレというデザイナーの方とコラボレーションしたシリーズでこれが出ていたので、思わず。でもやっぱり長いので飲むとこうやって飲まなきゃいけないけれども、口が広いのだとあまり顎を上げずにエレガントに飲めるから、昔はほらシャンパングラスというとこちらのタイプだったっていうのはそうだろうなって、貴婦人たちはね。ポンパドール夫人でしたっけ？ポンパドール夫人。そうそうそう。あとこちらがやっぱ同じシリーズのグラスとかもジャカジャカ使えるので、正座ですか？正座になってる。そうで、こちらがこれ一緒にボンマルシェの後にザラホームに行ったでしょ。であそこが昔はコーナーショップで住み始めた当時、コーナーショップのやっぱ家具とか素敵ですごい欲しかったけど、やっぱちょっとなかなか手が出なくって、夫と行った時にカップ&ソーサーを買ってきた。ちょっと和な感じでしょ。いろいろ汚れとか出てきてるんだけど、今も大事に使ってます。なんかその時にこういうお皿も買って、朝食セットだったの、我が家の。でここにパンを置いて、こちらでカフェオレを作ってっていう。いいですね。26年使ってるので、大切にまだまだ使いたいと思っています。鉄瓶とかもお紅茶入れたりお茶入れる時に美味しくて、でも本当はもっと大きな鉄瓶が欲しくって、その大きさだとオーダーをしなきゃいけなくって、毎回オーダーしようかなどうしようかなって日本に行った時に結局しないまんま今に至ってますけれども。日本で買われたんですか？これはなんとフランスなんですよ。そうで、使ってすごくいいから日本で本当に日本の感じのコロンと丸いのが欲しいと思ったんですけど、未だにまだ買えないまんまですね。ここが全部お茶が、いろんなお茶があるんだけれども、例えば子どもたちはミントティーが好きだからミントティーでちょっと次女が学校の後練習に行くので、その時には必ずミントティーを作って、ちょっとお砂糖も入れて車の中で飲みながら練習に向かったり。あとはこれタンはすごい飲み過ぎた時とか食べ過ぎた後にタンのお茶はすごく美味しい。だから食後とかにこれハーブティーになるんだけれども、おすすめです。
これも美味しいよ。レモンとタイムとローズマリー。ローズマリー。レモンが入ってるからちょっと酸味があってでもすっきりするハーブティーだったりとか。ハーブティーってお茶屋さんで買われるんですか？今のね2つは南仏のそういうお茶屋さんがあってそちらで見つけて買ってきてるんですけれども、ハーブティーってすごく多くない？フランス多いです、はい、すごい種類が多いので多分自分のその好みに合わせていろいろあるのでぜひ探してみていただければと思います。ここが割と朝食セット系。これがそれは何ですか？もう鳥かっていうぐらいうちの夫がヨーグルトにこういうのを入れてくの。鳥の餌みたいな。私一回本当にカナリアにあげそうになっちゃった。ひまわりの種とかセザムとかそういうのをやたらとヨーグルトに入れて食べるの。で食べるたんびに「エリコこれは体にいいんだよねいいんだよね」って私に聞くから多分悪いことはないけどそこまで入れると消化とかにどうなるんだろうっていうぐらいたっぷり入れて食べてます。あとうちは次女は逆にこういうオートミール系のをヨーグルトに入れて、はい、蜂蜜といろいろフルーツを入れて食べてます。ここもいろいろそういうキッチン用品を整理してる。フランスっぽいのはこれ牡蠣のなんだ殻を剥く、はい、危ないからこうやって牡蠣を持ってこれでこうやって開けていくんだけどだからもう本当に毎年すごい事故があるんですってやっぱり難しいので一度私たちもやったけどそれ以来はずっとここに入ったまんまやっぱりもう危ないし本当に事故になっちゃうのという感じで。牡蠣は新年に食べるんでしたっけ？牡蠣はクリスマスもそうだし新年もですね。これは我が家のコレクションでガレット・ド・ロワの食べた後の中に入っているを全部コレクションしてます。宝冠があったりあと本当にフェーブのこのそら豆の形のものがあったり、一番伝統的な、ね、伝統的な結構パリというかフランス、本気ですよね。本気だしで、そうで例えば日本人のパティシエさんは多分そのパティシエさんが「スター・ウォーズ」が好きだったと思うんですけど、スター・ウォーズのキャラクターが中に入ってたりとかみんななんかいろいろでこうやって集めてるの。ここは全部グラスですね。ここにあるグラスはキッチンで使う用だから本当に親しい友人とかが来た時にちょっとじゃあ一杯飲んでくとかじゃあここで飲むとかちょっとお客様用というほどではないんだけれどももうちょっと気軽に使えるグラスでほら可愛いでしょ。モノプリですか？そうモノプリのでこっちがシャンパンでこっちがワイン用で素敵きらびやかでそう可愛いの可愛いの。こちらがお鍋。これは IKEA のすごいお鍋は違うんだけどもここ頼んだ時に、これはすごいと思って出てくるんです、出てくるから結構奥まで広いでしょ。だからこう結構わーっといける、スペースがすごくあってなので今もここがもう本当によく使っているお鍋類です。ピカピカですね。手で洗うと、意外と汚れが落ちないんだけれどもこのお鍋は食洗機に入れるとピカピカになる。だからすごい焦げてたりするのも軽く洗って食洗機に入れちゃいます。全部同じメーカーの。そう同じメーカーです。フライパンもお鍋もとっても火の通りがいいので、いいですね、よく使ってます。カトラリーです。はい。綺麗に整理整頓されて。そうこれがこの間リュードバッグの食器のお店に行った時にこれが全部あそこでこういうものを買ってる。こういうサラダ用のものとかほらこういう素敵。カトラリーは全部クチポールですか？ここのがそうでこれは割と最近言ってももう10年ぐらい経つんだけどもうここが本当結婚当初に買ったものをだからそのまんま入れて使ってます。だからそれこそこれ買ったのってアビタっていう食器とか家具とかを売っていたお店があるのか今ないのかちょっとわからないんだけどそこで当初これを揃えてまだ使えるから使おうって思い出でもあるので今も取ってあります。であとはこちらがお肉用のナイフですね。やっぱり全然切れ味が違うのでお肉用の
それこそあれよ、あそこで買ったんだ、ボンマルシェの食品館の上、やっぱりお肉料理を食べる時にこの家の普通のだとなんかこうギギギってなるので、子どもたちもある程度大きくなってきてたので、こちらにしてみようと、お肉の時は。そうで、こちらがキッチンの時もキッチンの時紹介していただいた、そうお皿ですね。でこちらがそうあとこの間ポジターノのお皿です。かわいい楽しくなるよね。色がすごい。あと結構何があるかな。なんかオリーブオイルとかはこういう風にしてもう直接オリーブオイルを作ってるところから購入させていただくの、3リットルぐらいので小分けにして使う、その都度。わーすごい。やっぱりオリーブオイルとても使うので、そうですよね。でもほとんど残ってないんだけど、こうやって袋に入ってて、そうピューって押すと、入れ物に入れられるので、使う分だけやりしたりとか。これフランスのフランスです。はい。調味料系です。いろいろ。オーパスワンがあります。なんでオーパスワンがあると思いますこんなところに行って。これはビネガーを自分たちで作ってるの。でそれをわざわざこのオーパスワンのにちょっと入れて、これサラダとか作る時とかわー素敵。そう使えます。どこで作ってるかというと、でこれだけとビネガーなの。すごい。これビネガーの樽。そう。なるほど。へえ、こうやってビネガー作れるんですね。で、例えば美味しいワインを飲んだ時に、でも飲みきれなかったりとか、最後の折りとかを捨てちゃったりするけれども、そういうのをなんかね、バババババって入れて置いといたらこう菌ができてって言われてたんだけど、なんかパリではうまくいかず、南仏の家にも同じものがあって、南仏はできたんですよ。で今度はだからその南仏でできた菌をジャムの空き瓶に入れて、スーツケースに入れて持って帰ってきて、すぐにここに入れて、今こうやって常にビネガーができてる状況。白も赤もどっちも入れるんですか？赤だけ。赤だけ。あれ、見て、ここ一生懸命。かわいいや。会いたいの。はいよい、こっちおいで。はいごめんいいよ来て。なんか声が聞こえたから来たのね。そう自家製ビネガーだったり自家製ドレッシングだったり、すごいご自分たちでいろいろ。だから割とそうですね。だからサラダとかもその場でバッとオリーブオイルとビネガーだけで作ったりとか、そんな感じですね。食生活もあまりこうすごいものというよりは、本当に至ってシンプルなものを我が家は食べているので、キッチンのお掃除とか、整理整頓ってなんか気をつけてることありますか？必ず、終わったらすぐに洗うというのは、だから夜もこれから準備するじゃないですか。で、夜終わってどんなに疲れてても絶対にここの机はこの状態にして寝るという。でこれはガラスなので、最後ちゃんとクリーナーで拭いて、この状態で朝を迎えるというのが必ずやってることですね。であとはとにかく猫がいたりするので、そういう意味でもあまり余計なものを置かないようにしようとか、あと片付けは割とまめにこうちょっとこういう中を整理する。よく使うものはここでも、なんか最近あんまり使わなくなったなって思ったらそっちとこう入れ替えるとか、こんな感じかなと思いますね。皆様キッチンツアーいかがでしたでしょうか？ちょっと難しかったキッチンツアーって、なんか私にとってはこうあまりにも普段いる場所なので、何が皆さんが興味持ってくださるかなとか、何がこうちょっと参考になることなのかがよく分からず、楽しんでいただけてたらいいなというふうには思っています。でも逆にここがもっと見たかったとか、もっと知りたかったということがあればお知らせください。最後までお付き合いくださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。